こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。ご無沙汰してます。青子です。今回のネタは、ヤマハの XSR125 レガシーが、ディズニーのバイク映画ですね。それトロンレガシー。大人気ステーションワゴンですね。それスバルの話、それに今はアウトバックだし。昔は GTB のビルシュタイン仕様に憧れましたなと、おっさんの昔話で始まりましたが、今回は最新モデルのレガシーの考察ですね。で、以前の動画でアップした XSR125 の動画は結構人気だったな。突如発表欧州で発表されたモデルなので、気になった方も多かったのでしょう。だな。サイズ感やお値段もとっつきやすく、ぜひ乗ってみたい一台だぜ。でも XSR125 の日本導入は未定だし、ソックスでの取り扱いも現時点ではありません。なので、XSR125 の動画では、欲しい人はソックスで輸入車の XSR155 を買うのが一番早い、って結論でしたね。その通り。国内ではお預け状態なのだが、欧州では着々と派生モデルがリリースされてる XSR シリーズだ。レガシーがスタンダードモデルからどの程度変わっているのか、サクッと調査していくぜ。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回の流れはこんな感じだ。1、XSR125 点。2、レガシー専業装備点。です。じゃ、ヤマハのバイクのプレゼンをはじめ、か。1、XSR125 点。カラー&デザイン。レガシーのカラーリングはこちら。ヒストリックブラック。今回は一色だけですね。このブラックはヘリテージ車に専用採用されてるカラーで、昔はヤマハブラックと呼ばれてたカラーらしいぜ。いつも思うのだが、ヤマハの復刻カラーも乗ってチョイスのセンスが素晴らしいな。ヘリテージ系のカラーリングは、色々なバイクで散々復刻させてるのに、いつ見ても新鮮に感じるぜ。今回の黒金カラーは、初代 RZ250 のカラーリングを踏襲してるんですよね。そうだな。XSR900 や XSR700 でも同じ黒金カラーリングがあったり、NMAX でもあったしな。でも黒金カラーなんて、他社でもたくさん採用されてますよ。チョコレートアイスバーとか、ロータス F1 とか。なぜバイクで例えないのか。復刻といえば、ホンダは 125cc で名車復活シリーズを展開してるが、ヤマハは復刻カラーシリーズで対抗ってことだな。復刻カラーといえば、ヤマハのバイクには後から外装キットが準備されることが多いですよね。そうだな。最近では XSR9 用のクラフトビルド外装セットが発表されてたな。これ、モーターサイクルショーで現物を見ましたよ。タンクカバーが綺麗な W3 バースト塗装で、オリジナルシートが特徴なカラーで渋いバイクに仕上がってた。ちなみに、サンバーストって何？中央から外側に向かってグラデーション状に色が濃くなっていく塗装のことだな。ギターでよく見かける塗装ですね。して、お値段は？ 19万8000円だ。ちょっとした気分転換におすすめだ。ちょっとした気分で払える金額を超えてません。俺ならバイク購入時に一緒に買って、純正カラーに飽きたら取り替えるかな。ゼロバンク停止した時の予備ってことですか？高い予備パーツだなおい。それに、新型 XSR900 もスタンバイしてるし、そんなこんなで XSR シリーズは遊び心満載、とても気になるバイクだぜ。残念ながら XSR125 の外装キットは存在しないけど、レガシーが外装キットみたいなものですね。動力性能。エンジンは SOHC 単気筒で、排気量は 124cc だ。最大出力は 11.0kW15 馬力点 0rpm、最大トルクは 11.5N 1.178,000rpm だ。燃料タンク容量は11リットルで燃費は 47.6kg だから、航続距離は 523km だな。スタンダードモデルからスペックの変更はなしですね。だな。可変バルブタイミングを採用したエンジンで、欧州の免許制度いっぱいいっぱいの馬力だし、6速ミッションなのも嬉しいところだぜ。こんなに面白かっこいいバイクなのに、残念ながら、国内のヤマハ125バイクは、スクータ市からラインナップされてないんですね。なのでこのジャンルは、ホンダの一人勝ちです。XSR125 派ユーロ5対応済みなので、国内導入には何の障壁もない気がするんだけどね。XSR125 は欧州生産のバイクだから、日本やアジアへの完成車輸送が手間なんでしょうか？その理由はヤマハ様の溝知る。ホンダの125シリーズと張り合える、いいバイクだと思うのだが、残念だな。フレーム&足回り。車両サイズは全長 1960mm、全幅 800mm、全高 1065mm、シート高は 815mm、車両重量は 140kg だぜ。デルタボックスフレームに、フロントは倒立サスペンション、リアはリンク式モノショックだ。この内容もスタンダードな XSR125 と同じですね。そうだな。そもそも良いパーツを使ってるし、これ以上、装備をおごる必要もないと思う。主要装備。主要装備も XSR125 と全く同じでしたよね。それじゃサクッと解説だ。LCD メーター。900や700と同様の円形デザインでフルデジタルメーターだ。
XSR155 と同じデザインですね。タックロールシート。長くて平たいシートは、ヤマハのロゴがエンボス加工されておしゃれさんだぜ。表皮も滑りにくそうで座りやすそうですね。LED ヘッドライト&リアテールライト。ヘッドライトに XSR のロゴが入ったやつだな。オプションでヘッドライトカバーが装着可能だ。これで北村一輝並みの眼力がゲット。何その例え。装備はこんなところだな。あら、スクーター系では当たり前のスマホ接続機能はないんですか？残念ながら。価格。さあ、お待ちかねのお値段チェックだ。魅力的な外観とクラス最高レベル動力性能を持つ XSR125 レガシーのお値段は？現地価格は5449ユーロ。日本円で約 75.7 万円。意外と高いですね。XSR155 はソックスさん価格で 42.9 万円だ。ちなみに XSR125 は4949ユーロ。日本円では約 68.7 万円な。現地価格の差額は約7万円ですね。足回りや装備に大きな変更がなくて7万円というのは、どうなんでしょうか？じゃ、その価格差で何が変わったのかを確認していくか。2、レガシー専用装備点。スタンダードとの装備の違いは、主に見た目の部分だぜ。ワイヤースポークホイール。スタンダードなデザインのバイクには、スポークホイールがよく似合うな。足元が軽くなったように見えますね。車両重量はスペック上変化ないけど。しかもリムはゴールドカラーで、ブラックな車体に映える色だぜ。このゴールドもきっとこだわりがあるカラーなんでしょうね。デカール。タンクのデカールカラーとデザインが少し変わってるぜ。この形は、初期型 SR のブラックとゴールドのカラーかな？サイドカバーのデカールもゴールドになってるな。渋い色使いです。サイレンサー。XSR125 は、エンジン周りはブラックで統一されてたが、レガシーではマフラーカバーがシルバーになってる。もちろん素材はプラスチックじゃなく、アルミだぜ。エンジンやフレームはブラックなのでアルミのカラーがよく目立つし、アクセントにもなってますね。ゴールドなホイールとも合わさって、派手なカラーだが落ち着きを感じる配色だぜ。セミブロックタイヤ。スタンダードのタイヤもそれなりに溝はあったが、レガシーはさらにブロックが大きくなってる。車両の軽さとブロックタイヤの組み合わせは、最強仕様だと思います。これが約7万円の価格差での装備違いだ。どうだ？スタンダードとレガシーなら、やっぱりワイヤースポークホイールがお気に入りなので、レガシー購入ですね。そうかそうか。プレゼンした甲斐があったぜ。それじゃ、あとはマリサさんに締めていただきましょう。まとめ。さあ、マリサさん。レガシーな XSR125 はいかがでしたか？欧州の125シリーズは、まだ国内では販売されてない魅力的なバイクがいっぱいだ。XSR125 以外にも R125 や MT125 とかですね。で、このサイズのバイクは国内でも人気のはずだけど、今はホンダがガンガンに攻めまくっている。ヤマハの国内向けの125はスクーターがメインですからね。だから、今後も国内仕様が発売されることはないと思う。ワンちゃんも猫ちゃんもないってことですね。おそらくな。なので、もし手に入るのなら、ぜひ手元の置いておきたい一台だ。ヤマハの125バイクの知識を頭に入れておいて、モーターサイクルショーなどで欲しいアピールするわけですね。そうだ。塵も積もればなんとやら。でもそんなに待てないって人は、ソックスさんで輸入車扱いの XSR155 ゲットですね。で、もしも、XSR125 を手に入れることができたら、アップマフラーを装着して、スクランブラー風にしたいと思う。今日この頃だぜ。夢が叶うといいですね。では、今回はこの辺で。それでは、See you!